山県乗り心地どうですか？いや、これ魔法の絨毯ですね。やばいよね、この乗り心地ね。世界一のラグジュアリーカーですね。今回ご紹介する MG コレクションはエルメスとロールスロイスが MG のために作ったワンオフモデルロールスロイスファントムオリベになります。そのオリベって何ですかっていう質問が結構あるんだけど、このオリベというのは、MG が大好きな安土桃山時代の焼き物、オリベ焼きから来ていると。そのオリベ焼きをイメージして作られた2色の色なんですよね。ここのね色を決めるのもまあ大変だったんですよ。もうはい、皆さんこんにちは。こんにちは。 MG スーパーカーチャンネル横溝です。山健です。今日はロールスロイスモーターカーズ東京さんにお邪魔しております。前回 MG の本家のチャンネルの方で、こちらの車紹介しましたけれども、あの時に紹介できなかったところとか MG こだわりのヒストリーが満載なので、そのあたりのことを言ってみたいと思います。それをね語る上でちょっと呼ばなくちゃいけない人がいるんでいますね。呼んでみましょう。ロールスロイスモーターカーズ東京の河合さんです。よろしくお願いします。この車を語るにはやっぱ河合さんがいないとやっぱり語れないんで、もう約4年そうですね。かけてですね。エルメスとロールスロイスって世界のトップブランドじゃないですか、はい、そこがコラボするってなかったので、はい、最初そこのこうプライド対プライドみたいなのが大変だったじゃないですか。ね、やる方向には決まったんですが、じゃあそれを現場に落とし込むに際してですね、職人さんはじゃあどういうふうにするの、エルメス様の職人の方に来ていただくなとか、いやそんなことを今までやったことないし、タブーじゃないですけども、そんな簡単にできることではないのでということで、一度はそれが原因で、プロジェクト自体も飛んだ仕掛けたので、その時は結構プレッシャーをいろいろ圧がかかりましたけども、前澤様のイメージするグリーンをまずご提案しなければいけない。やっぱり結構そこは難しかった。通常であればそのロールスロイスさんで選べる例えばグリーンを選んだりするんですけど、それではもう納得いかないんで自分のオリジナルのグリーンを作ろうと。でいくつかそのロールスロイスがイギリスから送ってきてくれて、色のサンプルを4つ5つぐらいあったかな。そうですね、最初4つ5つありましたね。この辺いいねこの辺いいねなんだけど、いやでもこことここの間の色が良くないっていう話になって、でまたあれですよね、イギリスの方でそのサンプルを作ってもらって、その間の色をなんか4つとか5つとか作ってもらって、それでもなんか決まらなくて、そうですね。さらにそれとこれの間みたいな、それが2年そうですね、2年ぐらいありましたね。かかりましたよね。あとは色の分け方、この1台だけの車の色の分け方にされたいというお話だったものですから、この新型のファントム8になったことによって今までにないラインが追加されたりだとかで簡単にこうツートンに割れないというか、本来のツートンってこの縦に色が分かれるっていうのがファントムのツートンですよね。そうですね。納車式の時、こう実車を見た時にね、うちらも結構ドキドキしたじゃないですか。あそこまでこだわって実車どんな感じで来てるのかなとか。でもやっぱり一番喜んでたのがやっぱ MG だったし、あれを見た時に大変だった思いをしてよかったなっていうふうに思いましたよね。本当そうですね。河合さんの中でぜひこのポイントは見てもらいたいっていうところがあったら教えてください。両側のドアを開けていただいて、真横から見た時に、フロントセクションとこのリアセクションでシート座面のお色が変わっています。本当は全部エルメスのレザーを使いたいという話があったんですけどね。ただ安全基準だとかそのエアバッグに対してのその試験をちゃんとクリアしてるしてない、そういった絡みでこのシートの座面だったりだとか、この A ピラーのところですね、ロールスロイス社製のレザーでないと使えないという縛りがあったので、その中でうまく組み合わせてこれが一番としてはいいなということで落ち着いたところもございました。あとちょっとキャンバス地の事件も。そうですね、天井のこの天井のキャンバス地ですね、何度もメーカーの方では貼り直しをしたということで、これだけで結構納期が実は遅れたというふうにやっぱりこううねってしまったりだとか、非常に処理が大変だったようですね。なるべくそのメタルのものを極力使いたくないという最初のオーダーがございまして、なのでスピーカーグリルもウッドにされたい。すごいですよね、この木製に穴が開いてスピーカーになってる。
のスピーカーもでも満足した音を出すために何回もテストをしてですね。るんですね。はい。まあロールスロイスとしては初の試みで、そもそも形になるのかなっていうのが見えなかったので、ウッドのスピーカーいや無理だろうな。まさかできたので、そこかなりびっくりしました。そうですよね。まあ、大変な車だっていうのは分かったんですけど、ファントムが7500万円くらいですよね。はい、そうです。この車3億超えしてたじゃないですか、はい、実際どこがそんなに高くなったのかなっていうところをちょっと気になっちゃうんですけど。内訳はごめんなさい、ちょっと詳細はそうですね。でももっと言うと、その含まれてない費用というのも実はそこにあって、それこそデザインミーティングをした時の、向こうのチームの渡航費用とかっていうのは別でこうお支払いしてる部分とか実はあったりするので、実は入ってない金額って多分計算すると結構あるんですよね、本当は。あとトランクですかね。すごいトランクのデザインですかね。ウッドのデッキというかフロア、私初めて見ました。あとはこの内張りがすべてレザーで貼ってある。そうですね。はい。綺麗ですよね、このねエルメスの革が。やっぱりこれじゃないですか、贅沢な。そうですね。それ一番やばいと思うんだよな。これはもう贅沢の極みだよね。ボディを傷つけないためのエプロンですね。はい。めちゃくちゃいい革ですね。めちゃめちゃいい革ですよこれ。柔らかくて。うん。てかこれだけでバッグ作ってる。いや、とんでもない金額ですよ、だからこれ。これでもまだ実は完成してないと。はい。カーテンのお色変更ですね。黒っていうのがちょっとどうかなっていうので、あった色にしたいということで、今もうオーダーして、はい、手配しております。ようやくそれで完成形が、はい。河合さんが携わった車の中では一番大変だった。そうですね。もうとにかく長かったです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。じゃあここからはインプレッション行ってみましょう。いやーこれ乗りやすくない？ロールスロイスの独特のこのしっとりしたこの乗り味ね。マジックカーペットライドってずっと言われ続けてきてますよね。そうでしょ、この魔法の絨毯に乗ってるような感覚ってやつ。まあロールスロイスって基本的にはやっぱりそのオーナーさんが後席に乗って移動する車っていうようなイメージなんだけど、この車ってこう車好きの人がこうハンドル握ってもすごく運転が面白いんじゃないか。重量が 2.7 トンくらいあるでしょ。そうですね、あります。まあ3トン弱か。すごく車が軽いというか重さを感じないんだよね。まあそれ多分ね、このステアリングもすごい軽いでしょ。そうですね、ステアリング軽いですよね、これ。それもね、なんかこう車が軽く感じるところなのかもしれないけどね。でもさ、このなんかねステアリングが細いでしょ。ちょっとさ、こうなんかクラシックカーに乗ってるような歴史を感じるような、あとはこのさ車の静粛性だよね。それですよね。めちゃくちゃ静かだよこれ。今回のロールスロイスはもう、それをテーマにして作られたということみたいなね。100キロ以上、130キロぐらいの遮音材がこの車に使われてるっていうね。やっぱりそれだけその、まあ、この静粛性もいいし、この会話するのに全く問題ないですよ。で V12 の音が変に入ってこないし、このエアサスのこのセッティングが絶妙というかさ、この乗り味のこの良さ、しっとりしてるこの上質な感じなんだよね。もうまあ前長前腹から考えると、もっとそのなんだろう、乗りにくさとかさ視界の悪さとか感じそうなんだけど、その運転手のストレスがないなるほど感じ。後部座席だけではなく、運転手もストレスがない車、ない感じ。まあシンボルでもあるスプリットオブエクスタシーがこうセンターにあることで、なんか左右のそのなんか車幅感覚も分かりやすかったり。そうですよね。そう確かにこの 5.99、6メートルですけど、四隅しっかり分かるんですよね。そうなんだよ。この重厚感とこの乗り味って軽い車だったら出せないんじゃないかなっていう、逆にね。重さがあってこそ。重さがあってこそのこういう乗り味に。なるほど。ということで本来のロールスロイスっぽい
座り位置、まあ前に乗っててもよかったけど、後ろの方がねよりこのなんだろうしっとりした上品な乗り味を感じられるな。めちゃめちゃ優雅な気分すごいわ。またこのエルメスの革がさ、やっぱりこの体にこう馴染んで、またこれはいいね。これで本当にこう空間が居心地がいい。運転しててもそうだけど、後ろの方がよりこう乗りやすいというか、心地いい感じがするね。路面にタイヤがついてない感じというか空をね飛んでるというか、ランドジェットって言い方してましたもんね、地上のジェット機。そっかそっか。世界の富裕層が好んでやっぱりロールスロイスに乗るっていうことが、その高いだけではなくて、そこにしっかりとした意味があるんだなって感じるね。山県乗り心地どう？こんなに落ち着く車はないと思いつつ、精神的にはそんなに落ち着いてないですドキドキする。ドキドキ。わかるわ。普段 MG が座ってる席に座っちゃっていいんだろうかという、いやこの動画見ながら言われてるよお前何やってんだよってお前には100万年早いと、でも実際どもう足全開で、う？伸ばしても当たらないですね本当に。いやなんかさ、この空間良くない？そこの、手に触れるもの、目に見えるもの全部が上質じゃないですか。これこそラグジュアリーカーでね。すごいっすね。エルメスの革をシートに使うっていう発想がすごいですからね。いや本当そうだよね。こんなしっとりしてんだなっていう。ハンドルのさ、この質感もやっぱり違うもんね。リビングでくつろいでるみたいな感じですよね。ホイールベースがこんなに長いのに、前と後ろがしっかりこう追従してる感じはあるな。無理にホイールベース長くしたリムジンみたいな車って、もうバラバラみたいな動きするじゃないですか。そうそれがないんだよね。そこがね、前も後ろも乗りやすく感じるんじゃないかな。なるほど。全部カーテン閉めるとすごい空間になりますね。これは寝室ですねこれをサーキットで全開で走ったらどうなるのかなっていうのも気になるけどねここまでさ癖がない車がさサーキット行ったらね、どんなフィーリングになるのかなっていう。レザーをちょっとなんかで傷つけてましたら大変なので、なるべく触らないようにみたいな感じであ、でも柔らかいですね全然違いますね。いや、ありがとうございます